Cloaked dialogue. A conversation in the dark remains hidden in the darkness. やっと捕まえた。Bang! A bullet tears through Perry's core without warning, sending her body to crumpling to the floor. Her eyes glowed dim. The vivid young girl just a moment ago now lies dead, a look of trepidation frozen on her face. Then, everything plunges into a bottomless darkness. 毎度あり、いい取引だった。負けてくれてありがとうございます。はは、じゃないと値引き交渉で日が暮れちまう。で、あんたが例の指揮官さんか？ペリーからいろいろ聞いてる。今後もひいきに頼むぜ。はい、もちろん。指揮官様、まだ買い物が残ってるので早く次行きましょう。ニールさん、失礼します。おお、しばらくはここで店構えてるから気が向いたら来てくれよな。The commander and Perry wander through the bustling marketplace, quickly striking a number of quality orders through Perry's connections. They are greeted by underground brokers acquainted with Perry along the way. 一体どっちが汚染エリアに詳しいのかわからなくなってきたな。前職の貿易会社のつてで闇ブローカーには顔が利くんです。それにしても随分交渉に慣れてるな。お金に敏感じゃないと商売できませんから。私がいれば悪徳闇ブローカーにぼったくられる心配はありませんからね。ああ、頼んだぞ。The commander pats Perry on the head. The petite doll happily savors this brief moment shared between the two of them. やっと二人っきりになれましたね。さっきはみんながいたから近づけませんでした。やっぱり小さいと不便ですね。出荷テクノロジーの依頼は無事終わったし、エルモ号のメンテナンスが終わるまで気晴らしできるんだから、みんな浮かれてたんだろう。さっきまで騒がしかったのに、もうどこかへ行ってしまった。市場は珍しいのでわからなくはないです。エルモ号で留守をしていた人形も任務帰りの人形もみんな来てます。リンドさんは京急さんに呼び戻されちゃいましたけど、クローザさんとアンドリスさん、それにミシティさんはメイリンさんのお手伝いに行きましたね。Yo, Kyungju mentioned. They're still in Griffin. Interesting. みんなのことが好きなんだな、ベリーは。もちろんです。久しぶりに会えたんですから。師匠もいれば。Master Thompson. Perry gazes over the winding market stalls and the bustling crowds. A fleeting sadness crosses her face before she brightens up again. それよりどうですか、この闇ブローカー出張市場は。賑やかですよね。新鮮な気分だ。こういう催しがあるのはポルドニッツァから聞いていたが、参加するのは初めてだ。近くでやっていて助かったよ。Poludnitsa mention. 初めてなんですか？ああ、どこで開催されるかわからないし、エルモ号の航路とはいつもすれ違っているからな。ここまで大規模なものとは思わなかった。闇ブローカーのこと甘く見ない方がいいですよ。あとはここが大型集落なのも関係ありますね。
線が広まる前に建設中だったターミナル駅を中心に発展したそうです。住まいを失った人たちにとってそのまま利用できる建築物はありがたいですからね。今回の主催者はこの一帯を仕切る大物闇ブローカーです。なのでここを選んだのも不思議ではありません。とはいえかなり入念に用意していますね。汚染エリアじゃまず見ないカフェやジムなどの施設まで新しく作られています。闇ブローカーや賞金ハンターはもちろん、グリーンホワイトエリアのようなセーフエリアから来た一般人や普通の商人が来ることも想定しているんでしょうね。これほどのイベントを主催するとなると相当な大物だな。にしても今回のイベントの名前はだいぶこう落ち着いているというか、ポルドニッツァが主催した時とは大違いだ。確かメルクリウスのなんとか。メルクリウスの導き。 What? She actually appears in the story. Alright, Poluditsa. 商業の神に導かれ馬を飼い道を作りローマに繁栄をもたらす。洒落た名前だろ。 Damn. Alright. I see what you're trying to do, Girls Frontline 2. Poludnitsa nonchalantly appears beside the two without uttering any greeting, as if she has been tagging along this whole time. ポルドニッツァさんらしいネーミングだと思います。イベントの名前はいつも主催者が決めてるので個性が出ますよね。闇ブローカーにとってこの上ない栄誉です。私もいつかは。それならエルモ号じゃなく私のキャラバンに来ればよかったのに。あんたなら3年で一人前になれるよ。 No poaching. No poaching, Poludnitsa. 目の前でヘッドハンティングとはひどいじゃないか。そちらさんは約束の時間よりずいぶん遅れたんだ。人を待たせるのはひどくないのかい？約束？どういうことですか？ I just noticed she has that yandere face. Seeing Perry's perplexed expression, Poludnitsa makes a please gesture and hands the floor over to the commander to explain. ポルドニッツァは闇ブローカーの代理人だ。君が今回この市場に来たのは買い物はもちろん本命はトンプソンの情報だろ。顔が広いポルドニッツァに頼らない手はない。お得意様に頼まれちゃ断れないね。適当にブラブラしても情報は入ってこない。まずはこの辺に一番詳しい人間、つまり今回のイベント主催者の薬物マンと接触するべきだ。 Jacob Zeman. 彼とはどの程度の仲なんだ？会うのは久しぶりだが口は聞いてくれるだろうさ。あちらさんのキャラバンはこの辺りでは最大の勢力なんだ。こんな場所でどうやってこれほどの勢力を築けたのかは疑問だけどね。 Oh, do I smell conspiracy? そろそろ約束の時間だ。商人は信用が一番大事なんだね。無駄話は後だよ。With Poludnitsa as our guarantor, we bypass several guards and ultimately arrive at Jacob's place.
the most upscale looking two-story tavern in the entire settlement. ドンペリだ。 Oh, look at this guy. He's quite debonair, isn't it? After seating Poludnitsa and her company, Jacob snaps his fingers and beckons over his waiters to serve them alcohol. Only then does he smile and greet Poludnitsa. 久しぶりだな、ポルトニッツァ。私のことを覚えていたとは。それはこっちのセリフさ。まさか招待状の送り主があんただなんて夢にも思わなかったよ。イメチェンでもしたのかい？ホワイトエリアのお高く泊まってる連中と同じノリしちゃって。Look, she's making the yandere face again. Noticing Poludnitsa's gaze sweep over his well-tailored suit, Jacob smiles. ビジネスにおいて第一印象は寛容なのでね。メルクリウスの導きでお前がありったけのルビーをまとめ買いした様子は記憶に新しい。私なんか地道な工夫ばかりだ。いいものには相応の対価を払う。あんたも服だけに金をかけたわけじゃないだろ。商人として当然のことだ。もっともお前に教えられたことだがな。世間話はこれくらいにしておこう。ご友人を待たせては悪い。Jacob waves his hand, and all the neatly dressed waiters reverently pour champagne into the guests' glasses. Without paying close attention, one can easily miss the weapons holstered on their waists, and a glint of silver hiding in the shadows. ポルドニッツァから噂を聞いて、ずっと会えるのを楽しみにしていましたよ。エルモ号の指揮官。では、出会いと再会を祝って。Jacob gracefully raises his glass as if celebrating the opening of a grand party. こちらこそよろしくお願いします。The commander and Poludnitsa also raise their glasses and take a symbolic sip of the champagne within. 今回の催し、ご満足いただけてますか？どうなんだい指揮官ペリー。もちろんです。 Perry, who has been waiting for her moment, immediately takes the chance to jump into the conversation. 品揃えは豊富だし、普段見られない貴重品もたくさんありました。大変でしたよね。Jacob's face fills with even more pride. よくお気づきに。あなたも闇ブローカーなのかな？まだまだ駆け出しですが、業界経験自体は豊富です。交易ルートも情報提供もきっとお役に立てます。私の連絡先です。どうぞよろしくお願いいたします。As if on cue, Perry hands over her contact info. Jacob lets out a puzzling chuckle as he glances at Perry's information. イエローエリアによくいる情報屋か。情報は大事ですよ。実を言うと、ヤクブさんにお聞きしたいことが。Perry briefly explains her request to Jacob. トンプソンについてですか？協力したいのは山々ですが、残念ながらこちらも情報がありません。ただ、Jacob pauses, then eyes Perry with a scrutinizing gaze, as if assessing her worth. ここら一帯を仕切る闇ブローカーとして心当たりはある。そうなんだ
Jacob chuckles and turns his gaze towards Poludnitsa. もちろんポルドニッツァの顔に免じて手がかり集めには協力しましょう。伊達に一大勢力を築き上げていませんからね。ただしこちらが集めた情報もソースはよその人間、信憑性は保証しません。信頼できる情報を得るには相応の対価はつきもの。お友達価格にも限界があることをあらかじめお伝えしておきます。The smile on Jacob's face grows wider. Only now does Perry understand the meaning behind it. The pride as the biggest broker in the region, and perhaps a tinge of contempt. Still, only someone truly capable can afford to display such an attitude. そうですね。 Perry lowers her head in thought, fully aware that she is in no position to cover the cost of such intel. こちらの持ち合わせも無限ではありません。それに闇ブローカーが集まっているのなら選択肢はたくさんある。指揮官様。さすがイエローエリアを渡り歩いてるだけある。価格交渉は基本中の基本だ。キャラバンを抜けた時のこと忘れたとは言わせないよ、ヤクブ。Although Poludnitsa's smile remains elegant as ever, that natural oppressiveness in her eyes suggests she is used to looking down on him. Damn. The relationship between the two doesn't seem to have been friendship, or at the very least, it wasn't a friendship built on equal footing. 誤解されては困るな。こちらの指揮官を私は大層気に入っている。欲のない人間は信用できない。なのでチャンスをあげましょう。明日開催されるゼマンラリー。私の名前を冠したこの大会を勝ち抜けば、情報を含めどんな商品も買える権利が与えられます。それがあんたの考えた誘致イベントかい？その通り。政府エリアの提携先は実力のあるキャラバンを好みます。どんな取引も商品が汚染エリアで台無しになっては話になりません。ルールは？自信のある人は好きですよ。このレースは本来提携パートナーを選抜するためのものですが、今回裾野を広げるために闇ブローカー以外の人間も参戦します。パフォーマンスに応じて参加者には出張市場で利用できるポイントが付与されます。もちろん相手が私でも商品が情報の場合でも使えます。私はね、金もリソースも腐るほどあるんですよ。本来値段にこだわる必要はないのですが、ポルトニッツァの友人であるあなた方にはつい期待してしまいます。実力見定めさせてもらいますよ。百部さん、闇ブローカーというよりなんだかホワイトエリアの商人のようでしたね。A faint frown appears on Perry's face, seemingly puzzled by the earlier exchange. ああいうスタイルなだけで根っこは同じさ。昔何かあったのか？因縁があるような口ぶりだった。あんまり勝手な言いがかりはつけない方がいいよ。今のヤコさんは大物だし、向こうの方が優位に立っている。
Of course. Of course, Poludnitsa. イエローエリアの闇ブローカーと一緒にされたくない態度だったな。でも今はどうでもいい。そうですね。手段はあるんですから利用しない手はないです。ヤクブさんは私たちの価値を見定めているんです。やっぱり商人にとってそれが一番大事ですよね。早くレースにエントリーしましょう。毎日ポイントを獲得できるなら早いうちにやっておいた方が。ポルドニッツァも一緒にどうだ？私は遠慮しとくよ。もともと参加するつもりもない。何か事情でも？来た時に見えなかったかい？外に止められた改造車が。もちろんだ。クルカイとサブリナ、部下の人形たちがすぐに見に行った。レース用なのか？そうさ。どんな改造が施されてるか分かりゃしない。忠告しておくけど、これは衛星都市で開催される行儀のいいレースとは別物。後悔はしないことだね。The commander looks at Perry, only to find her with an even more resolute expression. 分かっています。でも師匠を見つけるためならどんなに可能性の低い方法でも。とにかくエントリーしておきますね。あ、これ私の連絡先です。今後もよろしくお願いします、ポルドニッツァさん。Poludnitsa shrugs and flashes the commander a resigned smile as she watches Perry run off. ほら、行ってきな。In no time, Perry and the commander reach the registration booth. The registration process is automated, but two staff members are present to assist participants with any difficulties. ゼマンラリー、ここですよね。思ったより人が多い。よく知ってる顔もいるがな。Standing in front of the booth are the very same dolls from the Elmo that went off on their own. Sabrina, who spots Perry and the commander first, immediately calls out enthusiastically. 指揮官、ペリー、来てたんだ。 Look at her. She's happy. まさかそっちもレースに？ Hey, Belka. サブリナさんとみんなもそうなんですか？お姉ちゃんは改造車と勝負したかったんだけど、ならレースに出ろだってさ。仕方ないからエントリーしに来たわけ。指揮官たちはどうして？買いたいものがあって、これで人稼ぎしようと思ってね。やっぱりポイント目当てなんだ。ペリーなら絶対目をつけると思ってたよ。With Perry's arrival, the registration booth becomes even more lively. Another group searching for the commander is able to spot him quickly upon seeing the commotion and weaves through the crowd to catch up. やっと見つけました、指揮官。 Hey, now they're showing Springfield at her normal outfit. Springfield and the dolls of the Zucchero Cafe approach from the direction the boys has come from. 今夜の宿泊先を手配しました。賑やかですね。ここで何を？私たちのことを忘れたのは確かね。She's trash talking me again. お疲れのようですが、本当に大丈夫ですか？ It's been a while since I last heard Centauris's voice. シャークリーのダンスで元気にして
してあげるよ。大したことない。明日のレースにエントリーしようとしてたところだ。君たちもどうだ？ああ、これが宿屋の主人が言ってたレースなんだ。勝てばみんなシャークリーに注目しちゃうよね。でも一人だと危ないな。誰かに協力してもらわないと。 While mumbling to herself in feigned frustration, she swiftly approaches Sabrina, who is indulging in her ice cream cones. ねえサブリナ。 Sharkly voice is something else. As soon as the word leaves Sharkly's mouth, Perry jumps between the two. サブリナさん、私と組みませんか？二人ならきっと勝てますよ。 Oh, she's asserting her dominance. わあ、シャークリーが先なのに。 Perry does not concede one bit and continues to ask Sabrina about her partnership. ポイントは山分け。サブリナさんの欲しがってる限定改造キットもなんとかします。だから私と組んでください。お願いします。そんなに必死にならなくてもよくない？Sabrina, equally taken aback by Perry's earnestness, hurriedly wipes the ice cream off the corner of her mouth. よくわからないけど一緒に組もうね、ペリー。つまんないの。 Watching from the sidelines, Belka immediately follows suit and throws her arms around Cloaked and starts acting coy. ねえねえお姉ちゃん、美容家と一緒にレースに出よう。絶対足引っ張らないからねえ、お願い。足を引っ張られても優勝は私のものよ。それを証明してみせるわ。 Oh, the usual cocky Cloaked. ってことは組んでくれるの？やったー。404の敵は404が撃つ。それより話しなさい。熱い。 Cloaked deliberately stares at the Zuckerok ladies in the distance. 面白くなってきましたね。センタウレイシーさんとマキアートさんも参加されてはいかがですか？こんな遊びにほうけてる時間はないわ。それにあいつに注目されない限り意味なんかないし。 It's not like he will be watching. Macchiato, I'm literally playing the story. What are you talking about? 優勝したら嫌でも目立ちますよ。そうかしら。 Smooth, Springfield, smooth. 指揮官も何か欲しいものがあって参加したんだと思いますよ。マキアートさんが優勝してそれを渡すのもまた一興かと。 Yeah, 3 wives at the same area. ご主人様のお役に立てるなら私がズッケロの名義で参加してもよろしいですか？ Man, I'm so glad I can hear you speak again. It's been like a long while, Centorisi. 参加しないだなんて言ってないじゃない。あいつに欲しいものがあるなら。とにかく私も出る。人をそそのかしといて自分は参加しないのか？ Most dolls have formed their teams and registered following the system's on-screen prompts. The originally tense rally, under the influence of such an atmosphere, now seems like a recreational activity while on vacation. リゾートの時も運営側にいてあんまり遊べなかっただろう。今回は一緒に羽目を外そうじゃないか。
お気遣い感謝します。ここで断ってしまっては野暮ですね。参加者の皆様にお知らせです。エントリー終了後、すべての車両は羅針盤ナビゲーションシステムのインストールをお願いいたします。インストール終了後は速やかにレースに備えてください。The announcement from the registration booth sounds promptly as the participants complete their registration. Yeah, Springfield and Macchiato's voice actress are something else. Like they're really really good. They were always legendary, even in Girls Frontline 1. ナビ、そんなのいらないでしょ。A broker working at the booth pokes his head out after hearing the participants complain. 聞き捨てならないですね。羅針盤システムはナビだけでなく、すべての車両の位置情報と配達地点の共有機能も備わっています。皆様の安全とレース状況の把握において極めて重要です。Also to keep your participants safe, sure. Sure, staff, sure. それなら仕方ないですね。ところでさっきのアナウンス、もしかしてレースはこの後すぐなんですか？じゃあ急がないとね。そっかー。じゃあシャークリーも早く協力相手見つけないと。誰にしようかな。With Perry and Sabrina's departure, more and more dolls realize it's time to set off, and the bustling booth moments ago has suddenly calmed down. At midnight, all the dolls have long gone into hibernation, either due to all the antics during the day or in preparation for tomorrow's rally, except Perry, who suddenly boots up. Perry weaves through the winding market rows gracefully without switching on any light, as if she's long been familiar with this place. After a good few turns, Perry arrives at an unremarkable corner. The bustling of the fair in the distance obscures Perry's deliberately lowered voice, and the shadows cast by the surrounding walls become her best form of concealment. 絶対に見つけないと。Her mumbling echoes erratically in the dark of the night. Okay, what the hell was that? Also, she looks like a horror character here. Also, what is that? Who is she talking about? Finally, her voice stops. After carefully checking the perimeter, Perry quickly departs. Around 2 minutes later, a hidden onlooker slowly paces over. Oh my god. Really, Girls Frontline 2? Yo, this will be my thumbnail for the non-commentary version. That is a one scary Springfield right there. You see, this is the face that you're gonna see if you don't pull for her. Basically, this is what I'm going to get. Yeah, wood. Exactly. Springfield follows Perry's steps to the corner. Perry briefly stopped by, only to find a dead end with no one there. However, the place isn't entirely empty. Something is parked there, eerily out of place. It's a modified Jeep. It's the vehicle Perry prepared for tomorrow's rally.